ゆっくり解説。原点にして頂点。円谷特撮の夜明け。大人が本気で熱狂したウルトラ Q 神エピソードベスト10。今回は、円谷特撮の夜明けにして原点、ウルトラ Q の神エピソードベスト10を解説していくぜ。ウルトラ Q、白黒の映像がすごく不気味で、子供の頃に見てドキドキしたのを覚えているわ。そうだな。1966年に TBS 系列で放送されたこの作品は、空想特撮シリーズの第一作として、日本中に空前の怪獣ブームを巻き起こした伝説の番組なんだぜ。怪獣ブームの火付け役だったのね。ああ、万丈目順、戸川一平、江戸川百合子の3人が様々な怪事件に遭遇する物語は、最高視聴率36%を超えるほど大人たちも熱狂したんだ。モノクロならではの全28話のエピソードは、今見ても背筋が凍るような魅力があるのぜ。どんなお話がランクインしているのか、すごく楽しみだわ。それじゃあ、今なお色褪せない不朽の名作たちを、早速ランキング形式で振り返っていくぜ。第10位。第12話、鳥を見た。第10位は、1966年3月20日に放送された第12話、鳥を見ただぜ。孤独な少年と不思議な小鳥の切ない交流、そして会長の不気味な存在感が光る名作なんだ。鳥のお話なのね。なんだか少し悲しそうなエピソードに感じるわ。その通りだぜ。見どころは、少年と心を通わせる小鳥の正体が、とんでもない恐怖を秘めているというギャップなんだ。どういうこと？実は、漁港に漂着した998年前の幽霊船の中にいた小鳥を、孤独な少年三郎が拾って、クロウと名付けるところから物語は始まる。でも、このクロウの正体は、第三氷河期以前に絶滅したとされる古代怪鳥ラルゲリウスなんだぜ。劇中では、10世紀半ばにインド西部で大量発生した記録も語られているんだ。絶滅したはずの怪鳥。でも、小鳥なんでしょ？普段は文鳥くらいの約7センチのサイズなんだけど、夜間になると身長50メートルに巨大化するんだ。なんと夜の動物園を襲撃して、動物たちを食い荒らしたりもしたんだぜ。ひえ。そんな恐ろしい鳥だったのね。映像化するのも大変そうだけど、そこがこのエピソードのすごいところだぜ。ラルゲリウスの撮影には着ぐるみではなく、操演用の人形が使われたんだ。中には特撮映画、空の大怪獣ラドンからの改造人形も含まれているぜ。人形を使って撮影したのね。ああ、さらに、巨大化した全身をはっきり映さず、街を覆う巨大な影や不気味な鳴き声で圧倒的な存在感を表現したんだ。突風のシーンには、空の大怪獣ラドンなどの過去のライブフィルムを有用しているのも特徴だな。姿が見えないからこそ、逆に恐怖や想像力がかき立てられるのね。まさにその通りだぜ。巨大な脅威の恐怖と、少年と苦労の悲しい別れが交差する、特撮史に残る切なくも恐ろしい傑作エピソードなんだぜ。第9位。第25話、悪魔っ子。第9位は、1966年6月19日に放送された第25話、悪魔っ子だぜ。巨大怪獣や宇宙人が一切登場しない、純粋なホラーサスペンス界なんだ。怪獣が出ないの？じゃあ、何が怖いの？この怪の恐怖は、魔術団の少女リリーが起こす怪奇現象なんだぜ。当時の子供たちに強烈なトラウマを与えたんだ。小さな女の子が怪奇現象を？どうしてそうなったの？リリーは生まれつき体内に強い電気を帯びた特異体質でね。父親の赤沼が幼い頃から毎晩催眠術をかけて、ショーに出演させ続けていたんだぜ。毎晩催眠術を、なんだかかわいそうね。ああ、その結果、シナプス破壊現象が起きてしまったんだ。劇中では一ノ谷博士が、人体電気を利用した催眠術のかけすぎによる分裂症状だと、科学的に説明しているぜ。精神と肉体が分裂しちゃったってこと？その通りだ。精神と肉体が分離し、眠っている間に抜け出した彼女の幻影が夜の街を徘徊して、交通事故などを引き起こしていくんだ。それは恐ろしいわね。どんな風に現れるの？トラウマ演出の真骨頂だな。深夜の暗い街角に、
突然ポツンとリリーの幻影が現れるんだ。おかっぱ頭で無表情な彼女の佇まいは、まるで不気味な日本人形のようでな。さらに暗闇に響く子供の笑い声などの演出が相まって、本当にゾッとするんだぜ。うわぁ、想像しただけで鳥肌が立つわ。暗闇にそんな女の子が立っていたら悲鳴を上げちゃう。だろ？単なる階段ではなく、SF 的なアプローチで描かれているからこその恐怖なんだ。ウルトラ Q が本格的な怪奇ドラマであることを証明する、名作エピソードなんだぜ。第8位、第11話、バルンガ。第8位は、1966年3月13日に放送された第11話、バルンガだぜ。人類の武器が全く通用しない静かな絶望感を描いた、SF 傑作として名高いエピソードなんだ。武器が通用しないって、どういうこと？怪獣の皮膚が硬いとか？いや、風船怪獣バルンガは物理的な攻撃自体が無意味なんだぜ。あらゆるエネルギーを吸収して、無限に巨大化していく恐ろしい性質を持っているんだ。エネルギーを吸収するの？ああ、もともとは宇宙空間に浮かぶ胞子状の未知の生命体でね。宇宙を飛行中だった有人の土星ロケット、サタン1号に付着して地球へと飛来したんだぜ。サタン1号にくっついてきちゃったのね。地球ではどんなものを吸収したの？都市の電力や自動車の燃料はもちろん、ミサイルの爆発エネルギー、さらには台風のエネルギーまで吸い尽くして巨大化したんだぜ。攻撃すればするほど、それを餌にして成長してしまうんだ。それじゃあ、攻撃すればするほど状況が悪化するじゃない。その通りだぜ。やがて巨大なバルンガは東京上空に浮かび上がり、街中のエネルギーを吸い尽くして、都市機能を完全に停止させてしまったんだ。車は動けなくなり、飛行機は次々と墜落していくという地獄絵図だぜ。パニック映画みたいで恐ろしいわ。そんな無敵の怪獣、一体どうやって倒したの？実は、倒すことはできなかったんだ。最終的に国連が強烈なエネルギー源である、人工太陽を打ち上げて、宇宙の彼方へとおびき出すことでしか解決できなかったんだぜ。倒すんじゃなくて、遠くへ誘導するしかなかったのね。そうなんだぜ。人類の力ではどうすることもできない圧倒的な無力感。それが今見ても背筋が凍るようなリアルな恐怖として、描かれているからこそ、不朽の名作として語り継がれているんだぜ。第7位、第10話、指定超特急西へ。第7位は、1966年3月6日に放送された第10話、指定超特急西へだぜ。スーパーメカのロマンと、シュールすぎる結末が語り草の傑作なんだ。どんな乗り物が出てくるの？最高時速450キロで東京と北九州を約3時間で結ぶ、夢の地底超特急稲妻号だぜ。先頭車両にロケットエンジンを搭載した展望車があってな。そのレトロフューチャーなデザインが男の子たちを熱狂させたんだ。かっこよすぎるわね。怪獣も出てくるの？ああ、人工生命体 M1 号が登場するぜ。遺伝子工学の権威相川教授が作った人工細胞が、フラッシュの光を浴びて急成長した姿なんだ。凶暴な怪獣かしら？いや、猿やゴリラのような愛嬌のあるユーモラスな外見をしていて、悪意や人間への攻撃性は全くないんだぜ。知能は幼児並みで、ただのいたずら好きな子供みたいなキャラクターなんだ。可愛いキャラなのね。それで何が起きるの？その M1 号が運転室に侵入してケーキをいじり、稲妻号を大暴走させてしまうんだぜ。暴走を止めるため客車は切り離されて助かるんだけど、M1 号とイタチ少年が乗った先頭車両はそのまま暴走を続け、終点の北九州駅に激突。なんとその大爆発の衝撃で、M1 号が入っていた保管ロッカーごと宇宙空間へと放り出されるんだ。激突した衝撃で宇宙に飛ばされたの。ここからが伝説のシュールなオチだぜ。宇宙空間に放り出され、無重力状態の宇宙をふわふわと漂う M1 号が、突然、私はカモメと人間の言葉を喋るんだぜ。私はカモメ？どういう意味？これは放送の約3年前、1963年に世界初の女性宇宙飛行士となった旧ソ連のワレンチナ・テレシコワの有名な通信音声のパロディなんだぜ。
米ソの宇宙開発競争という時代背景を色濃く反映した、小粋な演出なんだぜ。なるほど。当時の大人がにやりとする小ネタね。SF とユーモアが混ざり合った最高のお話だわ。第6位、第28話、開けてくれ。第6位は、第28話、開けてくれだぜ。ウルトラ Q の中でも、異端中の異端と言える伝説の作品なんだ。伝説って、どういうこと？実はこれ、ウルトラ Q の最終制作はなんだけど、1966年の本放送時にはテレビで放送されなかった、曰く付きのエピソードなんだぜ。せっかく作ったのに放送されなかったの？どうして？内容が難解で子供向けではないという理由や、怪獣が一切登場しないという理由から見送られてな。結局、翌年の1967年の再放送時にようやく初放送されたんだ。怪獣が出ないで、難解な内容ってどんなお話なの？日々の生活や仕事に疲れ果てて、現実逃避を望む人間だけを乗せて空を飛ぶ、異次元列車が登場するお話なんだぜ。空飛ぶ列車、なんだかちょっとロマンチックに聞こえるわね。主人公は、会社の上司に叱責され、家庭にも居場所がない平凡なサラリーマンの沢村だ。柳谷博が演じるこの主人公が、不思議な男に導かれて、この異次元列車に乗ろうとするんだぜ。現実が辛くて、どこかへ逃げ出したくなっちゃったのね。ああ、でも、本当に恐ろしいのはその後だぜ。異次元列車に乗った乗客たちは、やがて現実世界へ戻りたくなっても、もう二度と戻れないことに気づくんだ。じゃあ、ずっとその列車に乗ったままってこと？その通りだ。後悔した乗客たちは、二度と開かない列車のドアを叩きながら、開けてくれ、と泣き叫ぶんだ。これがタイトルの意味なんだぜ。うわぁ、なんだか背筋が寒くなったわ。現代社会の私たちにも通じる怖さがあるわね。だろ？当時の子供には難解すぎたかもしれないが、現代社会のストレスや現実逃避の恐ろしさを鋭く描いているんだ。大人になってからこそ深く突き刺さる、文学的な名作として高く評価されているんだぜ。第5位、第1話、ゴメスを倒せ。第5位は、1966年1月2日に放送された記念すべき第1話、ゴメスを倒せだぜ。日本中に空前の怪獣ブームを巻き起こした、歴史的原点と言える絶対に外せないエピソードなんだ。第1話、ついに怪獣の登場ね。どんなお話なの？舞台は東海弾丸道路の第三工区だ。地底深くのトンネル工事現場から、凶暴な古代怪獣、ゴメスが現れるんだぜ。そして、その天敵であり、カプセル状のさなぎから羽化する原始怪鳥、リトラの、二大怪獣の激闘が描かれるんだ。最初から二大怪獣の対決だなんて、ワクワクするわ。ああ、しかも特撮ファンにはたまらない裏話があってな。ゴメスの着ぐるみは、東宝の特撮映画、モスラ対ゴジラで使われたゴジラの着ぐるみに、角や牙、鱗、毛皮などを装飾して改造したものなんだぜ。あのゴジラをそのまま改造しちゃったの？それだけじゃないぜ。中に入って演じたスーツアクターは、本家ゴジラを演じ続けた伝説の俳優、中島春雄氏本人なんだ。円谷英二の強いつながりがあったからこそ実現した、まさに奇跡の配役だな。すごい、中身も本物のゴジラ俳優だったのね。そうなんだぜ。そんな強敵ゴメスに、リトラは才のの力を振り絞って立ち向かうんだ。口から強力な酸性液、シトロネラ酸を吐き出して、見事にゴメスを倒すんだけどな。だけど、なんだか嫌な予感がするわ。実はこのシトロネラ酸は、吐き出すと自分自身の呼吸器まで溶かしてしまう恐ろしい設定があるんだ。自らの命を削る必殺技を使ったリトラも、ゴメスを倒した直後に力尽きて死んでしまうんだぜ。そんな、自分の命と引き換えにしてまで戦ったのね。切なくて悲しすぎるわ。ああ、単なる派手な怪獣対決ではなく、自然界の厳しい生存競争と自己犠牲を描いたこの深い悲劇的な結末こそが、当時の大人たちの心までをもがっちりと掴み、怪獣ブームの火付け役となったんだぜ。第4位、第16話、ガラモンの逆襲。第4位は、
1966年4月17日に放送された第16話、ガラモンの逆襲だぜ。特撮史に残る伝説の破壊シーンと、冷酷な SF 的結末が魅力の大人気エピソードなんだ。逆襲ってことは、前にも出た怪獣なのね。ああ、第13話、ガラダマの続編にあたるお話だぜ。実は隕石怪獣ガラモンは単なる怪獣ではなく、宇宙人が地球に送り込んだ侵略用生体ロボットなんだ。今回は複数体が登場して東京を蹂躙するんだぜ。生きたロボットが何体も。それは大ピンチね。中でもガラモンが東京タワーをへし折る特撮シーンは、その圧倒的なクオリティと迫力で、昭和特撮史を代表する名場面として今も語り継がれているんだぜ。白黒映像なのに、すごく迫力がありそうだわ。そのロボットを操っていた宇宙人は誰なの？地球人に偽装して潜伏していたチルソニア有星人。通称、セミ人間だぜ。研究所から盗み出した謎の電子頭脳の電波を使って、複数のガラモンに破壊活動を命じていたんだ。セミ人間、どんな姿なのかしら？ここで特撮ファン必見の大ネタだぜ。なんとこのセミ人間の着ぐるみは、後にウルトラマンに登場する超人気宇宙人、バルタン星人に改造されたんだ。あの有名なバルタン星人の元になったの。それはすごい裏話ね。だろ？物語の結末もシビアでな。万丈目たちの活躍で電波が遮断されると、ガラモンは一斉に動きを止め、口からロボットの冷却液のような液体を垂らして機能停止するんだ。生体ロボットならではの不気味な最後ね。セミ人間はどうなったの？任務に失敗して逃げ帰ろうとするんだが、なんと自らの仲間の円盤から火を放たれて処刑されてしまうんだぜ。仲間に見捨てられちゃったのね。ああ、当時の子供番組とは思えないほど冷酷でドライな結末を迎える、まさに本格 SF の真髄を味わえる傑作なんだぜ。第3位、第14話、東京氷河期。第3位は、1966年4月3日に放送された第14話、東京氷河期だぜ。テレビ番組の枠を超えた特撮の映像美と、戦争の傷跡を描く重厚な人間ドラマが交差する屈指の名作なんだ。東京が氷河期になっちゃうの？スケールが大きそうなお話ね。ああ、第5話ペギラが来たの続編的なお話でな。真夏の東京に突如として冷凍怪獣ペギラが飛来して、街を完全に氷漬けにしてしまうんだぜ。真夏に氷漬けなんて絶望的ね。白黒映像だからこそ、余計に凍てつくような寒さや恐ろしさが伝わってきそうだわ。特に円谷英二監督の特撮へのこだわりが凄まじくてな。凍りついた羽田空港や、氷の海に閉じ込められた巨大な貨物船の精巧なミニチュアセットは、映画並みの迫力で今も語り草になっているんだぜ。テレビでそこまで作り込むなんて、本当に執念を感じるわね。人間ドラマの方も気になるわ。怪獣パニックと並行して、ある老人の悲しい物語が描かれるんだ。彼は終戦時の満州の混乱で生き別れになった息子を、ずっと探し続けていてな。放送から21年前の戦争の生々しい傷跡を色濃く反映しているんだぜ。当時の大人たちにとっては、決して他人事じゃないリアルな痛みね。そうなんだ。そしてペギラの唯一の弱点が、特殊な苔から抽出された物質、ペギミン H なんだが、老人は息子を探す悲しみを抱えながらも、目の前の自兵という少年を助けるために、命がけでこのペギミン H を運ぶ決意をするんだぜ。自分の命を懸けて、目の前の命を救おうとしたのね。最終的にセスナ機からペギミン H が投下されて、ペギラは撃退される。怪獣を倒すカタルシスだけでなく、自己犠牲を厭わない深い人間ドラマがあるからこそ、大人たちの心を震わせる神エピソードなんだぜ。第2位、第19話、2020年の挑戦。第2位は、1966年5月8日放送の第19話、2020年の挑戦だぜ。昭和の子供を最も震え上がらせた、ミステリーホラーキングスの金字塔なんだ。そんなに怖いの？どんなお話なのかしら？誘拐怪人ケムール人が登場するんだ。彼らは医学の進歩で500歳の寿命を得たが、肉体の衰えは防げなかった。そこで、
若い地球人の肉体と入れ替わる目的で地球に来たんだぜ。寿命は伸びたのに体が衰えるって、まるで現代の高齢化社会みたいね。ああ、放送当時の1966年から見た、2020年という遠い未来を描いたんだが、現実の2020年を過ぎた私たちから見ると、あまりにも予言的で恐ろしいテーマなんだぜ。そのケムール人ってどんな姿なの？左右非対称で3つの目を持つ不気味なデザインだぜ。しかも、スーツアクターは後にウルトラマンの中の人になる、古谷敏氏なんだ。彼の類稀な細長い手足があったからこそ、あの異様なフォルムが生み出されたんだぜ。スタイルが良すぎるからこそ不気味なのね。深夜の街をフォッフォッフォッという不気味な笑い声とともに、パトカーより早く疾走するシーンは、昭和特撮屈指のトラウマ演出なんだ。想像しただけで怖い。どうやって倒したの？神田博士が開発した装置、K ミニオードを使って、X チャンネル光波を東京タワーから照射して、倒すことに成功するんだ。だが、本当の恐怖はその後だぜ。まだ何かあるの？ラストに石坂浩二氏による有名なナレーションが入るんだ。もしや、あなたの身の回りの人が、理由もなく突然消えはしませんでしたか？それは、ケムール人の仕業かもしれません。おや、君のすぐ後ろに。ってな。いやー、テレビの前の私に話しかけないで。これこそ視聴者に直接語りかけるメタフィクション的な演出でな。当時の子供たちを震え上がらせた、トラウマの最大の正体なんだぜ。第1位、第15話、カネゴンの眉。堂々の第1位は、1966年3月27日に放送された第15話、カネゴンの眉だぜ。ウルトラ Q を象徴する、最高にブラックでシュールな名作なんだ。ついに1位ね。カネゴンって、あのユーモラスな怪獣でしょ？ああ、お金に異常な執着を持つガキ大将の少年、金田カネオがカネゴンに変身してしまう物語だ。この有名なデザインは、天才デザイナーの成田徹氏が、ガマ口財布をモチーフに生み出したもので、ポップアートの傑作とも称されているんだぜ。なるほど。頭がガマ口になっているのね。お金が大好きな男の子が怪獣になっちゃうなんて、現代の教訓みたい。でも、怪獣としての生活は過酷なんだぜ。胸のカウンターがゼロになると死んでしまうんだが、生きるためには毎日3520円も食べ続けなければならないんだ。毎日3520円。当時の子供にとったらとんでもない大金じゃない。お小遣いじゃ絶対に足りないわ。だろ？だから生きるために必死に効果を探し回り、友達にまでお金を買うという、コミカルだけど切実な恐怖が描かれているんだぜ。本当に哀愁が漂っているんだ。かわいそうに。どうやったら人間の姿に戻れるの？一生そのままかしら？最終的に祈祷師の予言通り、逆立ちした状態で空へ飛び去り、爆発とともに人間に戻ることができるんだ。よかった。これで一安心ね。いや、ここからがつぶらや特撮史上最もブラックなオチだぜ。やっとの思いで家に帰ると、狂ったようにお札や小銭を数えていた両親が、なんと二人ともカネゴンに変身していたんだ。最悪の結末じゃない。でも、その両親が狂ったように数えていたお金って、一体どこから出てきたの？劇中では明言されていないんだが、ファンの間では、カネオが死んだと思って降りた生命保険金ではないかという、都市伝説的な考察まで飛び交うほど、当時の高度経済成長期における背金主義を、容赦なく笑い飛ばす、この痛烈な社会風刺こそが、カネゴンが今なお不朽の名作として愛され続ける最大の理由なんだぜ。エンディング、まとめ。今回は、ウルトラ Q の神エピソードベスト10を紹介したぜ。今見ても色褪せない名作ばかりだったろ？単なる怪獣ものじゃなく、深い人間ドラマや社会風刺が混じっていたのね。ああ、本作のノウハウと大熱狂はウルトラマンへ受け継がれ、日本特撮の礎になったんだ。現在はフルから明かされた、総天然色ウルトラ Q も発売中だから、ぜひチェックしてくれよな。カラーでもう一度見たいわ。さて、今回の動画が面白かった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いするわね。
みんなの好きなエピソードや当時の思い出も、コメント欄で熱く語ってくれよな。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうなのぜ。